実はこの私たちの脳のですね、この奥の深いところに非常に小さな領域で視床下部、英語でハイポタラムスっていうんですけれども、この視床下部という領域があります。でこの日床下部という領域が私たちの老化寿命のコントロールセンター、臓器間コミュニケーションマネジメント、英語でインターオーガンコミュニケーションマネジメントで略してですね、IOCON、破産の危機といいますか、天国から地獄に落ちて地獄から天国に行ったって感じで、その中で実はその熟成ニンニク抽出液の中に入っている成分の中に非常に面白い物質がある、そういう働きを持った物質が入っているなんてことはですね、本当の、青天の霹靂っていう言葉を使っていいかどうかですが、そのぐらいびっくりするようなことだったわけです。生きるというテーマが今科学の力によって再定義されようとしています。寿命の長さではなく、その質にこそ未来がある。予防医療の最前線では老化という現象のメカニズムに挑む研究が日々進化を遂げています。このシリーズでは老化・寿命研究の国際的パイオニア今井真一郎卓越教授とともに最先端の科学が導く健康で持続可能な未来社会の姿を探っていきます。皆さんこんにちは。未来の予防医療を考えるドキュメンタリーシリーズ、進化する高老化医療第1話をお届けします。早速本日のゲストをご紹介しましょう。アメリカミズーリ州セントルイスにあるワシントン大学医学部発生生物学部門医学部門にてテオドール&バーサ・ブライアン卓越教授でいらっしゃる今井真一郎先生です。さらに日本では一般社団法人プロダクティブエイジング研究機構、通称 ARPA の代表理事としてもご活躍されていらっしゃいます。今井先生、ようこそお越しくださいました。どうもよろしくお願いいたします。さあ、今井先生はサーチュインや NAD の研究で世界的に注目され、老化や寿命のメカニズムを科学的に解き明かしてきた第一人者です。老化と寿命の制御はもはやサイエンスフィクションではないという去年の講演会でのお言葉が深く印象に残っています。私たちの社会では老いを避けられないものとして受け入れてきました。でも今井先生の研究はそうした常識に新たな視点を提示していますよね。はい、プロダクティブエイジングという単語があります。でこれは私たちが年を取っていった時にですね、私たちの個人の生活をさらに豊かにする、生産的なものにする、あるいは社会に貢献し続けていくという上でも、生産的な老後を実現しようっていう考え方なんですけれども、実は日本語にはですね、簡単な言葉がありまして、ピンピンコロリがそれにあたります。ですからプロダクティブエイジングを実現するということはですね、ピンコロ人生を実現すると言えると思います。ですから最先端の老化寿命のサイエンスがですね、このピンコロ人生を実現していくという方向に向かっていると考えていただければと思います。なるほど、ピンピンコロリ、ピンコロ人生ですね。先生、このピンピンコロリプロダクティブエイジングについてもう少し分かりやすくお話しいただけますか？そうですね、私たちの健康でいられる期間、これは健康寿命というふうに言われています。一般に寿命と言われているものは、平均寿命という言葉で表されているんですけれども、この平均寿命と健康寿命の間にですね、実は男性で8年から9年、女性で12年くらいの開きがあるということが分かっています。つまりですね、この図で申し上げるとですね、オレンジ色の部分、これが健康で生活を楽しんでいただける期間ということで健康寿命なんですけれども、その後の赤い部分がですね、だんだん体の調子が悪くなりつつもですが、生活をし続けていく、そしてこの私たちの人生の終わりに向かっていくという期間になるわけです。ですからこの赤い部分をですね、できるだけ短くする、健康でいられる時間を長くして、このオレンジ色の部分がですね、この水色の平均寿命にできるだけ近づけるようにする、それがですね、ピンピンコロリになるわけですよね。
なるほど。これって私たち一人一人にとっても本当に身近で深い問題だとは思うんですけれども、やはり日本全体にとっても非常に深い社会的問題ですよね。そうですね。この日本の社会はですね、非常に速い速度で老化が進んでおります。で、ヨーロッパではイタリアも同じくらい早く老化が進んでるんですけれども、ですから日本にとってですね、この健康寿命を伸ばすということを最先端の老化寿命の科学の成果を用いて行っていく。そしてその結果、日本をですね、健康長寿国家のモデルとしてですね、世界に発信していけるようになる。それが非常に日本にとっても、そしてひいては世界にとってもですね、重要な課題になってきていると言えると思います。この社会の高齢化を迎えているのはやはり日本だけではなくて本当に世界的にもそうだということですよね。そうですね。はい。そういった視点から見ると、この私たちが住んでいる日本という国がこの一番最初にその現象に立ち向かえるというのは非常にチャンスでもありますよね。そうですね。いろいろ社会的に大きな問題がいくつもあるわけですけれども、日本はやはりこの社会の超高齢化とともに少子化も激しく起こってきています。ですからピンピンコロリ、このピンコロ人生を実現する、プロダクティブエイジングを実現するということが、この日本の社会の明るい未来をですね、実現していく上で非常に重要な課題だと。そして今や実現がですね、最先端の老化寿命のサイエンスによって可能になってきているということなんです。で、それが私が以前講演会で述べたですね、高老化はもはやサイエンスフィクションではないという言葉、要するに科学的な知見をですね、社会実装する、そういう時代に来ているんだということです。本当に難しい問題かもしれませんけれども、これを本当にチャンスと捉えてね、積極的に動いた方が良さそうですよね。その通りだね、はい、ですね。はい。さあ、このようなね、人類にとって大きな転換期、今井先生の高老化のこの研究成果というのも徐々に注目されてきているわけなんですけれども、改めてこの先生がこれまでの38年間にわたって取り組まれてきたこの研究の歩みについてご紹介いただけますか。はい。慶應義塾大学医学部のまだ学生だった頃から研究室に潜り込んでですね、老化寿命の研究の、一番最初の部分ですねを始めました。実際には研究室の教授の先生に許可をいただいてですね、いろいろディスカッションを重ねながら研究を始めたんですけれども、それで、大学院そして助手と1987年から97年までの10年間日本で研究をしておりました。その頃はですね、現在細胞老化と呼ばれている現象について研究をしておりまして、そこからですね生み出したある仮説、ヘテロクロマティンアイランド仮説っていうんですけれども、それを証明したくてアメリカに行こうと、また自分の研究にですねやはり新しい血を入れないといけないんじゃないかという思いに駆られてですね、1997年にポスドクっていうんですけれども、博士課程後の研究員として MIT ですね、マサチューセッツ工科大学の生物学部のレニー・ギャランテという先生のラボに行きました。でそこからさらに老化の研究をですね続けたんですけれども、その過程でレニーと私が非常に重要な発見をすることができました。それが今皆さんがですねサーチュインという言葉でご存知の非常に特別な酵素が老化寿命の制御に重要な役割をしているということを明らかにしまして、それを発表したのが2000年だったんですね。で、その成果をもとに2001年から現在おります、ミズーリ州セントルイスにあるワシントン大学の発生生物学部門にポジションを得て自分の研究室を始めたわけですが、実はこのサーチュインという酵素はですね、全ての生命が必要としている NAD ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド、長い名前なんですけども、その略称で NAD と呼ばれている物質を使ってですね、
私たちの体の中のさまざまな重要な機能を制御する。でその結果として老化に拮抗してですね、寿命を延ばす方向に働く、そういう重要な酵素だということが知られているんです。で哺乳類の場合は、7種類あるんですけれども、その中で31というふうに呼ばれているサーチュインの研究に、ラボとしてですね注力したわけです。と同時にですね、このサーチュインが NAD という物質を必要とするということから、私たちの体の中で NAD がどうやって合成されてどうやって使われるのかという研究も始めたんですね。でその結果いろいろなことが分かってきまして、実は2009年に NAD ワールドというふうに名前を付けた老化や寿命のメカニズムを説明するための統括的な概念を発表することができました。この NAD ワールドの概念が今に至る研究の出発点になってるんですけれども、それまでですね、個々の臓器とか組織で老化がどのような影響を及ぼすのかというような研究が多く行われていたんですけれども、この NAD ワールドという概念はむしろこの NAD を中心として体のさまざまな組織や臓器がどうやってコミュニケーションをとってどのように老化のプロセスを制御し、そして寿命を決めているのかと、そういう概念だったわけですね。すごいですね。先生の学生時代から始まっていたとはちょっと驚きでしたけれども、 そして NAD ワールドの提唱が2009年ということは今から約15年ほど前ですよね。そう考えてみると、その頃から結構そのアンチエイジングという言葉がかなり巷で言われるようになったなというふうに思うので、やっぱりそのアンチエイジングっていうのは今井先生の研究が発信源ということですね。いや、その点は、私の研究が発信源かどうかっていうのは、よくわからないですけども、はい、確かにその頃からですね、この世界でこの老化寿命の研究というものが非常に盛り上がるようになってきた。でそれはですね、どうやって研究していけばいいのか、そして老化や寿命のメカニズムというものにどうやってアプローチしていけばいいのかということが、だんだん明らかになってきたということによります。やっぱり個人的にいろいろなそういった質問なんかも受けたりされましたか？そうですね、やはりどうやったら若返りをできますかとかどうやったら老化を遅れさせられますかとかですね、たくさん質問を受けるんですけれども、一つ大事なのは若返りって言葉なんですけれども、はい、現時点のサイエンスでは例えばですね、もう現在の私たちを例えば20代30代くらいのレベルに戻してそのままキープするみたいなことはですね、さすがにまだサイエンスフィクションなんですね。ただこの起こってくるこの老化のプロセスを遅らせる、もうちょっと言うと、その私たちが持っている体の機能をできるだけ落とさないようにして、先ほど申し上げた健康寿命を伸ばすということはおそらくできるようになってくる、そういう時代になってきたわけです。ですから当然皆さんからも非常にそういう質問をですね、たくさん受けるようになってきました。はい、本当にね、みんながね興味のあるテーマですもんね。そしてそんな中、その後も先生の研究は続くわけですね。そうです。実はですね、2009年に、提唱した NAD ワールド、これはですね、私の研究室では非常に才能のある大学院生、それからポスドクの研究員、そしてスタッフのサイエンティストの人たちが集まってきてくれましたので、その後研究がどんどん進んでですね、2016年にはその NAD ワールドのバージョン2ですね、 2.0 って呼んでますけれども、この NAD ワールド 2.0 というものを提唱することができました。でこの 2.0 になるとですね、この老化の全身性の制御の仕組みというものがおぼろげながらに分かってきまして、実はこの私たちの脳のですね、この奥の深いところに非常に小さな領域で視床下部、英語でハイポタラムスっていうんですけれども、この視床下部という領域があります。でこの視床下部という領域が私たちの老化寿命のコントロールセンター、その中心的な役割を果たす部位になっているということが、2013年に明らかになりました。
で実はこの視床下部がですね、他の、末梢臓器って言い方をするんですけれども、例えばですね、私たちが持っている脂肪組織とか、それから骨格筋であるとか、そういった臓器とですねコミュニケーションを交わしていくことによって、この老化に拮抗していくようなプロセスが保たれ、そして寿命が延びるような方向にいくと。ですからこの臓器間のコミュニケーションというものが非常に重要な役割を果たしているんだということが分かってきたわけです。でさらにですね、それが発展して、実は今年の1月2025年の1月にバージョン3ですね、 NAD ワールドの 3.0 を発表することができました。でこの 3.0 になると、実は先ほど申し上げたコントロールセンターとしての視床下部、そして脂肪組織や骨格筋に加えてもう一つ小腸が加わってきて、4つのこの部位がですねお互いにコミュニケーションしていくと。でそのコミュニケーション、コミュニケーションっていうのは信号がですね、例えば視床下部からその末梢の脂肪組織とから骨格筋に送られる。で逆にそうした視床下部から来た信号を受けて、例えば脂肪組織とか骨格筋がまた信号を返す視床下部に、このフィードバックループと呼ばれているものが重要なんですけれども、そのフィードバックループがどうやって働いているのか、そしていくつあるのかというようなことがだんだん分かってきました。でそれぞれのフィードバックループを制御している因子というものが分かってくるようになりましたので、それをですね、組み合わせてその制御することによって、その臓器間コミュニケーションを制御する、マネージするという概念がそこから出てきたわけです。でそれが今私たちが提唱を始めている臓器間コミュニケーションマネージメント、英語でインターオーガンコミュニケーションマネージメントで略してですね IOCOM と IOCOM って書いて IOCOM という概念になります。ですからこの IOCOM の概念を社会実装していくことによって、先ほど申し上げたプロダクティブエイジング、そしてひいてはピンピンコロリをですね、実現していこうということで研究を続けているということになりますね。本当にここに来るまで多くの研究とそして発見をね積み重ねていらっしゃるというわけなんですね。でもそこに至るまでは本当に私たちがもう計り知れないような苦悩ですとか困難もあったかと思うんですけれども特に先生はアメリカを拠点にね、研究をしていらっしゃるということで、やはり環境ですとか文化も違う中でもう私たちの想像を絶するような困難あったのではないでしょうか。アメリカという国は、ある意味実力主義の国なので、いかにですねその自分が情熱をかけて、築いたものをいろんな人たちに発信していけるかということが重要になるわけです。ただその際にですね、当然その研究を行うには研究費がいるわけなんですけれども、実は私が研究室を始めて最初の頃ですね、2001年に始めて、2年ぐらい頑張ってきて、その2003年の終わり頃にですね、研究費その大学からいただいてた研究費をもうほぼ使い果たしそうになってました。それはですね、やっぱり時間も大事なので、お金で時間を買うと。それでクオリティの高い成果をきっちり出して、それを研究費を取るために使うという方針でやってました。でそうはいうもののですね、2003年の終わり頃に破産の危機といいますかに瀕しまして、でもうラボの雰囲気も悪くなっちゃうし、もうどうしようかなって、もうこれでダメなのかっていう状況になったその時に、その出してたですね研究費、大きな研究費が、最高の得点で通ったっていうことが分かりまして、もうほぼ天国から地獄違う逆か、地獄から天国に行ったと、そうですね、天国から地獄に落ちて地獄から天国に行ったって感じで、それでようやくラボが息をつき、そこからまた研究が発展するようになったんです。でその時はですね、もう先ほど申し上げたように時間をお金で買うっていう方針でやってたんですけども、その
プラン B をちゃんと用意してなかった。なのでその時のもう本当に毎日お腹がよじれて切れるほど痛くなるような思いをしてやっぱりちゃんと常にプラン B を用意していかなる時もそのラボの研究者の人たちがですねそう余計な心配をすることがないようにしないといけないっていうことがもう本当に大事だっていうことを心底を味わってですね以来プラン B を用意する。ただその際に重要なのは研究のですねやっぱりサイエンスの最先端の研究っていうのは革新性ノベルティっていうんですけど革新性がやはりないといけないんですよ。ですからその研究の革新性を犠牲にすることはできない。だけどそれを実現するために必ずプラン B あるいはプラン C までもよく考えて用意しておくということを学びました。はい、でもそのように失敗やね困難も全てが糧になっているということですよね。そうですね。はい。さあそして数々の困難をそうやって乗り越えてきたからこそ私たちも老化はねもしかしたら制御できるのかもしれないという希望の光も同時に手にすることもできているというわけですよね。さあそして一つ個人的に気になるのは先生ご自身そうした研究の歩みの中でどのような変化実感されていらっしゃいますか？そうですね、先ほどもちらっと述べましたけれども過去約20年くらいの間にこの老化と寿命の研究というものが非常に大きく進歩した。でその結果ですね、確かにまだ完全に理解できたというにはまだまだこれから研究を続けていかないといけないんですけれどもかなりいろいろなことが分かるようになってきました。ですからそれが老化寿命研究の成果を社会実装できる、そしてそれがサイエンスフィクションではない時代に来たということなんですね。そしてその成果を実際にやはり応用する道筋がだんだん見つかってきた。先ほど社会実装するって言いましたけれどもそれをどうやって行ったらいいのかっていうことのいくつかの方法がですね一つじゃないんですけれどもいくつかの方法が見つかってきてそれがですね世界中の研究者によって試されるようになってきたんですよ。そしてそういう最先端の努力あるいは最先端の成果が一般の方々にも伝わるようになってきた。例えば日本では今もうこの老化の研究とかですね、アンチエイジングとかもうそういう、番組もたくさんありますし記事もたくさんありますしものすごいブームになってきていますけれども、そういう形でですね一般の方々にも理解が深まってきた。ただですねそのためにこの高老化というものが大きなビジネスのチャンスにもなるということが誰にも分かるようになってですね少し過熱気味正直に申し上げるとそのビジネスをやるためにちょっと古代広告気味な発言をされる方々も出てきていらっしゃるので私たちこういう長い間ですねこの老化寿命研究を行ってきたサイエンティストがこの一般の方々にですねきちんと正しい情報を発信していくということも非常に重要になってきていると私は考えています。社会全体がねこの健康寿命の延伸に本格的に向き合い始めているというのはやっぱり大きな変化ですよね。そうですね。はい。そんな中で実際の社会実装に向けた動きも本格的に進んでいるというふうにおっしゃっていましたけれどもこの老化の制御というテーマをさらに前に進める上で枠永製薬さんとの共同研究が大きな鍵になっているというふうに伺いました。この連携はどのようなきっかけで始まったんですか？今から3年くらい前だと思うんですけれども枠永製薬様の、枠永社長と私の共通の友人の方からですね連絡がありましてその枠永社長と一度お話をしてもらえませんかということだったんです。それで当時アメリカにいたわけですけれどもオンラインで枠永社長とお話をさせていただきました。熟成ニンニク抽出液を中心とした事業の中でこの日本の高老化そして健康寿命の達成というものをいかに重要だと考えているか
そういうですね非常に情熱的な熱いお話をですねたくさん伺ったわけです。でその中で実はその熟成ニンニク抽出液の中に入っている成分の中に非常に面白い物質があるということをお伺いしました。でその後ですねその実際に研究所の研究者の方々から詳しいお話も伺ってですね、いやもうこれは絶対に重要だと、何か大事なことがあるに違いないって思いまして、共同研究をしませんかというご提案を申し上げました。で当時ですね実は2019年から一般社団法人格のプロダクティブエイジング研究機構と、純然たる研究機関なんですけれども、そこで研究を進めていたわけです。で実は先ほど述べた NED ワールドというものは、視床下部やその以外の臓器がですねコミュニケーションを取っているわけですが、その中心にあるのが NAD という物質で、この NAD という物質がどのようにして合成されていくのか、この臓器と臓器のコミュニケーションが大事なんですよ。私たちが持っている脂肪という組織がこの NAD を合成するために必要な酵素、それ NAMPT という NAMPT と綴って NAMPT と呼んでますけれども、その NAMPT という酵素が必要になるんですね。ただ私たちのこの脂肪がですねこの酵素を積極的に血中に分泌してるんですよ。でその分泌しているものは細胞外エクストラセルラーの NAMPT ということで eNAMPT って呼んでるんですけれども、この eNAMPT が血中に分泌されて、脳に到達してで視床下部を支える、視床下部の NAD 合成を支えるというような形になってるんです。でこのプロダクティブエイジング研究機構の研究室ではこの eNAMPT の研究を進めておりまして、それを例えばマウスで研究を行って、さらにそれを今度は人で研究を行ってっていうような形で、研究が発展してきているわけです。で実はですね枠永製薬さんで、研究が進んでいた非常に面白いその熟成ニンニク抽出液の中に含まれている物質というものはですね S1PC っていう名前で呼ばれてるんです。実際の名前はですね本当のちゃんとした名前は S1 プロペニル L システインっていう長い名前なんですけども、略称で S1PC と呼びまして、でこの S1PC がなんとですねこの脂肪組織に働きかけてその eNAMPT の分泌を上げるということが分かってきた。でこれがですね全てのエキサイティングな発見の発端になっていたわけです。でこの部分からですねこの枠永製薬さんとこの ARPA の共同研究が出発したというわけなんです。なるほど。長年枠永製薬さんが積み重ねてきたこの素材研究と、そして最先端の老化、寿命の研究がまさにここでつながったということですね。その通りだと思います。枠永製薬さんはですねこの熟成ニンニク抽出液の研究を長年にわたって続けてこられたわけですけれども、まさかその中に入っている物質がですね私たちが研究を進めてきたものにもろにこう直接つながっていくような、そういう働きを持った物質が入っているなんてことはですね本当の、青天の霹靂っていう言葉を使っていいかどうかですがそのくらいびっくりするようなことだったわけです。で実はそこからさらにですねさらに驚くような、結果が出てきたわけですけれども、それはですね、私よりも、直にですね直接その発見をした枠永製薬さんと ARPA の研究に携わった方々にお話しいただくのがいいと思います。はい、ありがとうございます。次回はねその S1PC について正体、研究成果などをもっとね詳しくご紹介いただきたいと思います。今井先生、本日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。次回は熟成ニンニク抽出液に秘められた驚きの成分 S1PC が NAD ワールドとどのようにつながっているのか、そしてそれが高老化や未病の予防にどんな可能性をもたらすのかに迫ります。現場で生まれた発見や研究が動いた瞬間の手応えを深掘りしていきます。